Please refill me. 5. ポット。返してきなさい。アルが珍しく厳しい声を出している。入院の動物たちの世話をしてから3人分の朝食の用意をするアルは誰よりも早起きだ。キッチンの物音に反応して起き出すベンジャミンが2番。いつもならベンジャミンがドクターを起こして3番だ。ドクターが寝室の扉を開けて真っ先に廊下の先のリビングから聞こえた声がそれだった。君に猫の本能があるのはわかる。狩りがうまくいって見せたいって気持ちもね。僕もよくやったと褒めてあげたい。でもね。おはよう。どうしたんだ？ドクター、見て！だいたい状況は分かった。アルに叱られて垂れていた尻尾が途端にピンと立つ。カウンターキッチンが一体になった広いリビングは小型の台風でも通ったように荒れていた。あらゆるものがずれたり倒れたり転がったりし、白と黒の羽まみれになっている。昨夜アルが大量に作って朝食用に取ってあったスープにも鍋の蓋が外れ、トマトの赤との綺麗なコントラストを見せて羽が3本浮かんでいた。ベンジャミンが嬉しそうに示す人差し指の先はアルの腹だった。腹部の前でアルが両手で掴んでいるものはウミネコだ。普段ならミャウミャウとかしましい彼らだが、さすがに暴れ疲れたのか、それともアルに捕まえてもらって安堵しているのか、首を時折前後に振っておとなしくしている。ドクター、褒めて褒めて！ベンジャミンがぴょんと跳躍してきてドクターにしがみつく。ペタンと床に尻をついて座る彼と片膝をついて目線の高さを合わせ、ドクターは静かに言った。初めての狩りだな。すごいな、ベンジャミン。アルが小さく吐息し、ベンジャミンが嬉しそうにコクコクと何度もうなずいた。だけどな、ベンジャミン。何？部屋を見てみろ。ちょっと、だいぶ、汚れちゃったかなとは思う。それだけじゃない。ウミネコにとって部屋の中は危険だ。お前は遊びたかっただけで、怪我をさせたいわけじゃないんだろ？ドクターは耳を垂れさせるベンジャミンの頭を一撫でしてから立ち上がった。アル、ウミネコは怪我をしているか？骨が折れたり傷になったりはしてないけど、これだけ暴れたのなら羽を痛めてる可能性がある。一応観察した方がいいな。そうか、大事なくてよかった。ベンジャミン、何か言うことは？大きなライムグリーンの瞳にうるうると涙がにじむ。ごめんなさい。誰に言ってる？アルと、ドクターと、あとウミネコ。それが分かってるならもういい。しばらくウミネコを入院させるから仲直りしておけ。わかった！ドクターはアルに歩み寄ってウミネコに両手を伸ばした。鳥用の一番大きいケージでいいか？アルはドクターにウミネコを手渡しながら首を振った。いや、ウミネコの足は止まり木に止まるようにできていないから、大型犬用のケージにしてくれ。それから、入院の動物のご飯と薬の準備を頼む。僕は、部屋を少し片付けてから行く。ああ、わかった。入院スペースにウミネコを運ぶドクターの後を心配そうにベンジャミンがついていく。大型犬用のケージに入れると彼はリラックスして羽を伸ばした。動物たちのための餌と薬の準備を始めるドクターの後ろでベンジャミンは小さな声で必死にウミネコに語りかけていた。ごめんね。怪我をさせたかったわけじゃないんだ。一緒に遊びたかっただけなんだ。許してくれる？ミャオ。よかった。俺、ベンジャミン。君は？ミャオ。そっか。ウミネコには名前がないんだ。じゃあ、俺がつけてあげる。ポットってどうかな？テトラポットのポット。ミャ気に入ってくれた？嬉しいな。
背中越しにその会話らしきものを聞いて、ドクターは思わず口角を上げる。獣人にはあらゆる動物との会話が可能だとする論文が出されたことがあった。ラットを使った実験では、獣人に迷路の出口を教えておいて語りかけさせた時、一度も道を間違えずに迷路を抜けた確率が 87% だったという。それは言葉が通じているというより、ある種のテレパシーなのではないかと多くの学者が提唱していた。彼らもまたそんな会話をしているのかもしれない。ベンジャミン、部屋の片付けを手伝うぞ。アルが片付けていたらいつまで経っても私たちの朝食はできない。うん。またね、ポット。リビングではアルが床に落ちたものを拾っていた。割れた一輪挿しを拾おうとして声を上げる。いた！中指の腹に血が滲んでいた。バカ！素手で拾うやつがあるか？お前が怪我をしたら動物たちが困るだろう。大事にしろ。そう言って手首を掴んで指をパクリと加える。唾液に殺菌作用があることは常識だったが、粘膜感染の病原体もあり、母親が子供にする応急処置以外では推奨されていなかった。ベンジャミンは不思議そうにそれを見上げている。ドク、大丈夫だから話してくれ。思いがけない行動に、アルの耳がほのかに赤くなっている。アルの指、美味しいのか？いや、これは医療行為だよ。ドク、話して。医療行為？ようやくアルの指を解放してドクターが言った。怪我を治すんだ。へえ、俺たちも舐めて治すけど、人間もやるんだ。ドクは例外。普通はやらないからな。傷口をふうふうと吹いて乾かす合間にアルが答えた。ほら、絆創膏。ありがとご丁寧にシールを剥がして貼ろうとし、ドクターは注文を一つつけた。巻きづらいな。中指以外の指を折ってくれ。言葉通りにするアルの指に絆創膏を巻いてから、はっと気づいて、ドクターは機嫌を悪くする。喧嘩を売っているのか？好きで中指立ててるわけじゃない。君が言ったんだろう。かろうじて良くないサインと認識しているベンジャミンが声を上げて笑った。アル、お行儀悪い。結局その日の朝食は8時半になった。いつもは7時だったから部屋の散らかりようがわかるだろう。ポットは大事をとって2日間ケージの中で過ごし、ベンジャミンの手によって大空に返された。それ以来たびたびカウチで寝ているベンジャミンの尻尾をつつくウミネコが見られたから、おそらくポットに違いない。